ゆっくりしていってね。今回は船の選定塗装をしていきます。船を持っている以上必ず必要になる作業です。陸揚げやトレーラーの方は必要ありませんが、なかなかの重労働になるかも。おまけに今回は綺麗に磨き上げていきます。いくら釣りに行けないと言っても、年に1回から2回は塗り替えます。塗り替えないと藤壺や海藻が生えてきて、燃費、スピードがかなり落ちてきますので、塗り替えた方が経済的にもいいです。剪定塗料は、だいたい23フィートで2回塗りは、4リッター缶でちょうどです。メーカーの推奨は8リッター使うのですが、かなりの厚塗りなのかな。私がいつも使っているのは、うなぎ塗料一番というものです。これは塗るときに紹介する予定。船の磨きについてですが、最初は食器用スポンジで洗っています。スポンジもついていますし、反対は硬い繊維のようなものもついているので、汚れ落としは楽です。ある程度の大きさもあるし、安いのでおすすめ。あと、洗剤についてですが、ボート用がいいのでしょうけど、環境に優しいものがいいのかも。でも割れませんしね。それで落ちるのかと言われると、落ちないかな。まあ気持ちですよ。気持ち。本当はヤマハの黄ばみ落としを使ってみたかったのですが、かなり高かったというのがあります。物はいいのでしょうが手も荒れるみたいなので、今回はやめました。いいものはあるのでしょうが、仕上げに今回は注力しているので、いいんです。スロープの利用についても、実際はどこも有料です。会員になって会費を払い、やっと借りられるといった感じ。ここも最近は養殖業の船を入れるために、一般の船は減らしていっていますね。地域住民なので大丈夫なのですが、移動を言われた人はどこに持っていくんだろう。この台車も会員なら安いですね。こちらだと、マリーナだと1回の上げ下げがだいたい1万です。それだけ大掛かりな装置なので、高いのでしょうがね。頼んだらしてもらえますので、時間のない方はいいのかも。もちろん本体の磨きは別ですよ。フェンダーを下げている場所は黄色くなるので、落ちないんですよね。高い洗剤だと落ちるみたい。で少しだけ脱線します。構内のスロープの利用についての話を聞きました。ある地域で構内のゴミ拾いをしているから、スロープは無料で使えるのが当たり前という話を聞きました。これって当たり前なんでしょうか。ゴミ拾いは偉いことだと思いますが、無料でというのはどうなんでしょう。台風のたびに大量に流れてくるゴミは、地域の方が当たり前に掃除して、少し拾って無料を唱える、違和感を覚えました。地域の利用者でさえも、管理費を払っているのにと、私は思ってしまいました。皆さんはどうですか？例えば知らない人が、あなたの家の庭のゴミを片付けたから、庭でバーベキューをする権利がある、と言われたら、これは実際に似ていたことなのですが、漁師と高齢の釣り人の言い争いでした。ここは網を干しているから使うなと漁師が言うと、ここは税金で建てた堤防なのに、お前に言う権利があるのかと怒鳴っていました。漁師からしてみたら、管理費も払っているし管理もしている、なので言うのが当たり前だったのでしょうが、おじいさんからすると、何もわからないので何言っているんだこいつ、となったんだと思います。私からすると校内釣り禁止と書いているので、おじいさん、と思っていたのですが、おじいさんの気持ちもわかります。ですが、税金の話を出すなら、このおじいさんは税金で作った場所なら、どこでも入っていくのかな、と思ってしまいました。例えば自衛隊施設や国会議事堂とか、そこはやはり管理している人の言うことを、聞く方がいいかなと思います。おじいさんの年金も税金から出たから、みんなのものだよねとなりかねない言い分でした。要はスロープ使うなら、組合入ろうねという話でした。漁師さんも色々いるので、一人いいよと言っても、他の人が警察を呼ぶかもしれないので、入っておいた方が楽です。では話を戻します。硬い方は研磨力があるので、剪定塗装も落ちてきます。別に落ちて問題ないのでゴシゴシいきます。
船底の方はフジツボがついているので、金たわしで落としたらすぐに落ちます。ただしこれは、定期的に塗り替えしている船限定です。塗り替えしていないとスクレーバーがいります。前の方は乗り降りするので丁寧に磨きます。イカスミなども結構ついていますので、落ちにくいです。あえて雨の日に船を上げています。船底塗料は濡れませんが、汚れ落としがとても楽です。前はローラーがついていますが、岸壁に当たるので保護でタイヤをつけています。次にアンカーウインチ周辺です。このタイプのものは結構故障しやすいかも。横型ではなく、縦型の方が防水構造がいいように思います。一長一短あるのかもしれませんが、修理も結構お金がかかります。電気系統がやられやすいので、スイッチ類とモーターは結構買えるかも。ですがアンカーを使う釣りをする方は、買って損はしないと思います。120W よりも 200W がおすすめです。力が全然違いますよ。ですがかなり高いです。夜間航行するならこれもいりますね。ほとんど使いませんが、夕方はつけておいた方がいいので、おすすめです。もし暗い状態でつけていない場合は、高額の罰金が出るので、装備しておいた方がいいです。だいたい3万ぐらいです。船は罰金が自動車の5倍は出るので、用心しておいた方がいいね。このロッドホルダーは、ステンレスで錆びないと出ていたのですが、結構錆びます。Amazon で4000円ぐらいでした。次買うときはアルミ製にします。今磨いている方は、ノースピークのロッドホルダーですが、おすすめできます。7年使ってこの程度の錆しか出ません。この製品のタイプでは価格も安く、使いやすいです。今は固定部しか出ていませんが、あとロッドホルダーに刺さっているのは、チタン製の包丁です。3000円ほどですが一切錆びず、かなり刃持ちもいいです。多分ホームセンターに普通に売っているかも。メーカーはフォーエバーだったと思います。これでもう少し錆びないやつだったら、良かったのですが。では、流していきます。実際ここまでで4時間以上かかってしまいました。まだ磨きにも移れませんね。このサイズの船だと、今はだいたい400万は超えてくるかも。エンジン別本体がだいたい250万程度、エンジンは70馬力から150馬力が、現実的ですね。だいたい取り付けてもらうと、馬力かける1万2000円ぐらいだと思います。船はいろいろ選べるので、自分の求めている性能のものを、きちんと相談しながら付けられますね。ですが結局高馬力が欲しくなります。150馬力だと200万近いので、お金持ち専用です。本当はエンジンも整備したいところですが、4年整備してからほとんど乗れなかったので、今回はなしです。アノードのチェックだけはしておきます。これがダメになっていると、洗剤機が錆びてきますからね。そして鍵の磨きです。この船はガラスではないので、優しく磨いていきます。多分ポリカーボネート製なので、結構強いと思いますが、あくまで優しく。フロントの汚れは落ちきれませんでした。なので最後のコンパウンド磨きで、綺麗にしたいと思います。これで大体終わったのですが、忘れやすいイケスも洗います。ここは洗っておかないと、イケスの循環が悪くなるので、綺麗に網目のところを洗っておきます。意外とイケス大きいかな、と思っていたのですが、結構いっぱいいっぱいになって、最近は酸素不足で、
ついて、水の循環がいい船がいいですね。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。